刺繍シートが破れたり、ボアが飛び出してきたり、縫いの刺繍で地味に困ることってありませんか？今回は縫いの刺繍でよくいただくご質問に答えていきたいと思います。こんにちは、ピヨピッコです。少し更新が空いてしまったんですが、実は先日、ぬいぐるみイベントのぬいフェスに参加してきました。お話ししてくださった方や、お手紙をくださった方、本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。そして、ぬいフェスで先行頒布していたこちら、ピヨピッコデザインのオリジナルぬい、フェリの通販も始まっています。気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてくださいね。では、早速刺繍のご質問に答えていきます。まず一つ目のお悩みです。刺繍をしていると、ソフトボアの毛足が刺繍シートの隙間から飛び出してしまうというものです。これはコメントでもとても多い質問です。実はこれ、構造上ある程度は起こってしまう現象で、私の刺繍でもボアが出ていることがよくあります。起こりやすい原因はいくつかあります。まず針が太い場合、太い針を使うと刺繍シートの穴も大きくなるので、その隙間からボアが出やすくなります。もう一つは糸を長く取りすぎている場合、糸を引き抜く時の摩擦でボアの毛が一緒に引っ張り出されやすくなります。この問題で大切なポイントは、針を刺していく順番と方向です。刺繍の縁から飛び出してしまっているボアを上から押し込むように刺繍していくと、ボアが隠れて目立ちにくくなります。私は基本的に下から上へ、もしくは外から内に向かって刺すことを意識しています。刺繍シートからボアが飛び出すのはある程度仕方がないことです。細い針を使う、糸を長く取りすぎない、そして刺していく方向を意識することで目立たなくすることが可能なので、ぜひ取り入れてみてください。ちなみに私のおすすめの針は、クロバーのアップリケ針とピーシング針です。概要欄に愛用の手芸道具のリンクを貼っておくので、参考にしてみてくださいね。2つ目のお悩みです。刺繍をしていると刺繍シートが破れてきたりちぎれてしまうというものですね。これもコメントでよくいただく質問で、実は私も途中で破れ始めてしまうことがあります。ライン上に針を何度も刺していくので、まるで切り取り線のようになり、そこからシートがちぎれやすくなっています。なので、ある程度はどうしても起こってしまう現象です。そんな中で、刺繍シートが破れてくる一番の要因、刺繍シートが乾燥してパリパリになっていませんか？ほとんどの刺繍シートは水に溶ける性質を持っています。なので、しけるとふにゃふにゃと柔らかくなり、乾燥するとパリパリに硬くなってしまいます。パリパリの状態で刺繍をしてしまうと、刺繍シートがかなり破れやすくなります。冬は特にちぎれやすいと感じるのは空気が乾燥しているからかも。刺繍は作業時間が長くなりがちで、数日間は刺繍枠にセットした状態になるかと思います。その間にも乾燥していくので、作業を中断するときはそのままジップロックなどに入れて保管しておくのがおすすめ。すでに乾燥してパリパリになった刺繍シートはどうしようもないの？という、今まさに刺繍作業中の方もいらっしゃると思います。ご安心ください。大きめのジップロックに濡らしたキッチンペーパーと一緒に入れておくと、本来の柔らかさが復活します。刺繍シートは濡れると溶けちゃうので、直接接触させないように気をつけてくださいね。その他、刺繍シートをできるだけ破れにくくするために大事なこと。一つは、刺繍枠に貼ったシートを引っ張りすぎないこと。刺繍枠に挟むときは、シワができないようにピンと張るのも大事です。でも、引っ張りすぎると図案が変形したり、針を刺したところから破れやすくなったりします。刺繍シートは無理に引っ張らず、たるみをなくすくらいの気持ちで整えてください。そしてもう一つのポイントは、刺繍シートに余計なテンションをかけないことです。針通りが悪い状態で無理に針を通すと、トランポリンのように生地やシートが沈んで、その負担でシートがちぎれやすくなります。なので、布通りのいい細めの針を使うことも大切です。刺繍シートが破れてくるのはある程度仕方がないことです。もし破れ始めても焦らず、
できるだけ最小限にとどめられるように進めていってくださいね。3つ目のお悩みです。刺繍を進めていくとだんだん裏側に糸が重なってきて、途中から針が通らないくらい硬くなってしまうというものです。これって特に瞳のような細かいデザインを指していると結構起こりやすいんですよね。私も刺繍の後半になると針通りが悪くなってくることがあります。もし硬くなってしまった場合はちょっと位置や角度を変えて針が通りやすいポイントを探してみてください。それでも通りにくい時は細い針を使ったり、糸を一本取りにすると刺しやすくなることがあります。それでもダメな時は力技ですね。ペンチで針を抜くこともあります。その場合は刺繍シートが破れないように周りの生地を押さえながら抜くようにしてくださいね。4つ目のお悩みです。図案通りに刺繍したはずなのに綿を詰めるとなんだか顔立ちが変わってしまう気がするというものですね。これって縫い作りをしていると一度は気になったことがある人も多いと思います。まず結論から言うと、変形を計算してデザインを変えるということはしていません。ただ刺繍の仕方によって多少形が変わることはあります。例えばまん丸に刺繍したかったのに楕円に仕上がってしまったことはありませんか？刺繍糸を強く引きすぎると糸の方向に引っ張られて縮んでしまうことがあります。逆に緩すぎると刺繍が浮いてしまうし、適切な力加減で刺繍していくのって難しいんですよね。綺麗に刺繍できたと思っても刺繍枠から外すと縮んじゃったというのもよくあります。これも完全に予防することは難しいです。個人的におすすめなのが刺繍の向きを縦横混ぜることです。同じ方向だけで刺繍するよりも縦と横をバランスよく混ぜることで形が安定しやすくなります。お顔の印象が変わる要因としてもう一つあるのが生地の伸縮です。特に伸縮性の高い生地に刺繍すると生地が伸びて顔が間延びして見えることがあります。そういう場合は薄手の接着芯を貼っておくと生地の伸びを抑えることができてお顔の変形を防いでくれます。なので基本的には図案はそのままで大丈夫ですが、糸の引き具合や刺繍する方向、生地によっては接着芯を使うことでかなり安定してくると思います。5つ目の質問です。接着芯は貼っていますか？接着芯があると針通りが悪くて指が痛くなるというご質問です。これめちゃくちゃわかります。接着芯って確かに針通りに少し影響してきます。結局縫いの刺繍で接着芯は貼った方がいいのか貼らなくてもいいのか。実は私最近はソフトボアに刺繍するときは接着芯を貼らないことが多くなりました。というのも貼った場合と貼らない場合で仕上がりにそこまで大きな差がないなと感じてきたのと、単純に貼るのがちょっとめんどくさいというのもあります。ただし伸縮性の高い生地の場合は別です。例えばグッズプロさんのおもちボアなどよく伸びる生地に刺繍する場合は必ず接着芯を貼った方がいいと思います。伸びる生地はかなり刺繍がしにくく、綿を詰めると顔が伸びてしまいます。ソフトボアもメーカーによって伸縮性が異なります。よく伸びて刺繍がしにくそうだなと感じたら接着芯を貼る。ほぼ伸びない生地に関しては貼らなくても大丈夫かなと思います。刺繍の裏に使う接着芯は柔らかい薄手のものを選んでくださいね。ということで今回は縫い刺繍でよくあるご質問を5つご紹介しました。少しでも参考になったら嬉しいです。もし他にも刺繍のお悩みがあればぜひコメントで教えてください。好評だったらまたこういう質問回答の動画も作りたいと思います。刺繍って回数を重ねるごとに少しずつ上達していくものなので、一度挫折してしまった方もぜひ簡単な図案からまたチャレンジしてみてください。こちらのお座りモフ縫いの型紙もご好評いただきとても嬉しいです。いろんなアレンジが楽しめるのでぜひ作ってみてね。他にも縫い作りや刺繍の動画を投稿しているので興味があればチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ぴよぴっこでした。